どうも、ときまるです。今日は続けているサプリ5選というテーマで話します。僕が続けているサプリを紹介していきたいと思うんですけど、ミニマリストのくせにサプリなんか使ってんのかって思ったでしょう。僕も思ってんですよね。ちょっとね、結論というか、正直に言うと、減らしたいと思ってて、で、昔はね、もっとね、取ってたんですけど、いろいろこう絞って、最終的に5つぐらいに今なってるんですよね。で、おそらく、今ね、結構こう体調がすごい良くて、で、良くなってから2、3年ぐらい、同じような、安定した体調を保ってるんですけど、その間に僕が取ってきたものを、紹介するって感じです。だから、今後はね、多分僕の中では、この5個を全部減らしていく方向に入るのかなと思っていて、なので、ちょっとこの区切りとして、この動画をね、一本作りたいなと思いました。で、ちょっと注意点なんですけど、サプリメントってそもそも、食事に足りないものを補助するっていう風な考え方なんで、それを取ったことで健康になるとは限らないんですよね。で、人によって本当に欠けている成分って違うので、本当に厳密にやるんだったら血液検査なんかをして、それで、不足している分を補うというのが正しいやり方だと思ってるんで、だから基本的な食事とか睡眠とかあと運動、その基礎ができている人は多分ね、いらないんですよ、サプリって。もう食品から全て取ることができるので、あとは健康になるために必要なのは予防医療ですね。やっぱりちゃんと1年に1回とか検診に行くっていうこと。それがやっぱり一番ね、健康にはいいと思うんですけど、ただその食事と睡眠と運動のなんか勢いをつけるっていうのかな。なんかそのきっかけを作るためにもちょっとはなると思っていて、それは自分自身がここ2、3年、そのような取り組みをしていく中で、なんかこれをこう飲むことで、さらにね、その習慣をこう継続するみたいな、その運動習慣とか食事習慣の継続に合わせて、そのサプリを継続していくみたいな、なんかそういうこう相乗効果として捉えてやってきたところがあります。はい、ちょっと前置き長くなってるんで早速行くんですけど、一つ目これ。はい、クレアチンです。はい、クレアチンですね。はい、クレアチンを取ってます。で、クレアチンはいろいろね、基本的にこう筋トレをやっている人たちがよく取ってるようなサプリのイメージあると思うんですけど、なんか最近は脳の認知機能の改善だったり、なんかそういう研究もされているっていうところがあって、なんかそういうこう期待感もあるんですけど、僕自身は両方の意味合いと、で、あとは結構強度が高い運動をすることが多いんで、毎日だいたいアシュタンガヨガやりながら、で、ランニングか筋トレを確実でやるっていう、一日おきにやるみたいな感じ。で、月に1回とか山の中に入ってハイキングやったり、トレランみたいなことやったりしてます。なので結構運動量が多いんですよね。で、そのパフォーマンスの向上だったりとか、で、ちょっと疲れにくくなるみたいな、なんかそういうところもあるんで、体感として。なんで、これは続けています。で、継続して続けていると、やっぱりこうトレーニングに体が順応しやすくなるというか、そういう感じはあると思いますね。で、結構いろんなアスリートの方だけじゃなくて、日常的に筋トレやってる人は取ってる方が多いんじゃないかなと思います。で、そんなに副作用的なものはないんで、ただこう水分の保湿力が高まるっていうのか、保水力が高まるんで、筋肉に基本的にその水分を取り入れるような力があるんで、いつもより水分補給は多めにするようにしてますね。で、これにやっぱり持ってかれるようなところがあるんで、水をね、必ず1日に2リットルぐらい飲むことを心がけるようにしてます。はい、二つ目は CBG オイルですね。はい。この番組はネイチャー館株式会社の提供でお送りしていますということで、一応プロモーションになるんですけど、ただ実際にこれ使ってるものです。で、よくね、その動画で案件やるなとか、なんか案件を嫌う人やっぱ多いと思うんですけど、で僕自身もね、嫌いです。基本的には。ただやっぱり自分が使っているものに関しては紹介したいなと思っていて、で、自分が使っているものとか、いいものとかね、例えばいつも服の紹介とかしてるじゃないですか。で、それも基本的に誰かからお願いされて無理やり僕は紹介することはなくて、このチャンネルの中では基本的に自分が普段使っているものに関してに限ってやっています。で、このネイチャーカンの CBD オイルも、そのような機会をいただいて、それからね、結構体感良くて、調子良くて、続けていますね。で、その CBD に関しては過去の動画でも詳しく話しているので、どのようなものかっていうのは、その辺をちょっと調べていただきたいんですけど、で、今回新しく試しているのが、この CBG オイルですね。はい。CBD ではなくて CBG。カンナビゲロールというオイルです。で、CBD と同じく、ヘンプ植物から抽出されるものなんですけど、この CBG の方が、抽出が難しいとされています。で、植物が成長するにつれて CBD とかの成分に変容していくので、その元になるという意味で、カンナビノイドの母なんて言われているようです。で、これ僕が使用しているのが40%の
タイプのものですね。で、オイルタイプで、寝る前に、こうやったりとかしてるんですけど、なんかね、この CBD との違いが結構あって、で、それはこう体感の違いもあるんですけど、まずね、その香りみたいなものが、あまりね、草っぽさがこっちにはありません。で、CBD 試したことがある方はわかると思うんですけど、なんかちょっとその草っぽい感じするじゃないですか、植物っぽい感じが。で、そのね、香りが好きだなって人も多分いると思うんですけど、僕は結構好きな方なんですけど、一方で CBG はですね、そんなにその香りがね、あんましないんですよね。なんか癖がないというか、だからそういう意味で結構飲みやすい感じではあります。で、用途としては同じで、リラックスするような感じの時に使っているんですけど、なんかね、眠気みたいなものは、CBD の方が僕は体感としてはありますね。こっちはなんかそんなにこう眠くならないというか、なんかそんな感じがあります。体感としてはすごくいい感じですね。で、このCBG もCBD と同じようにネイチャー間クオリティで作られていて、サードパーティーテステッドって書いてますね。第三者承認をちゃんと得ていると。だから他の第三機関によって審査されて、THC の残留量が少ないような、基準にちゃんとかからないような、安全性のあるもので作られているっていう感じです。だからちょっと自分でもね、実験の意味も込めてですね、今ちょっとこう、どっちがあれなのかなみたいなのをこう試しながら使ってるんですけど、同じような感じで、いい感じです。すごく。リラックスできます。はい。で、使い方としては、過去にね、ネスカフェに入れたりとか、いろいろ変な使い方してるんですけど、一番やっぱりいいのは、最終的にいいのは、下の下っていうか、ゼッカね。ゼッカに垂らすっていうのが一番ね、使いやすくて、なんか効果というか、感触がいいなと思います。で、これ中にちゃんとスポイトがこうついてるんですよ。で、これでもう1滴2滴が測れるので、だいたい1滴にですね、16.67mg の CBG が含まれていると。で、1滴から5滴をめどに、自分の感触に合わせて、体感に合わせて使っていくっていう感じです。で、これが10ml のボトルなんですけど、なのでその数滴なので、これでもね、結構ね、持ちますね。僕は過去に去年もずっと使ってたやつは、もうこれで2、3ヶ月は全然、持つような感じで、すごく持ちも良くて、いい気分転換になるなと思います。で、今回このタイミングでこれ紹介しているのは、今日ね、本日23日、4月23日から5月の6日までゴールデンウィークのビッグセールが開催されるということで、で、またね、時丸田中の割引コードを発行してもらいましたので、ディスカウントコード時丸を入れることによって10% 引きで買えますので、試したい方はぜひ試してみてください。で、オイルだけではなくて、こういうカプセルタイプだったりとか、いろいろグミだったりとか、なんかいろんな製品がありますので、サイトを見てみてね、自分に合いそうなものを探してみるのも面白いかなと思います。はい。ということで、続けているサプリの2つ目は CBD オイルになります。ネイチャー換算の製品ね、非常にクオリティ高いので、ぜひ試してみてください。はい。で、3つ目はビタミン D3 ですね。ビタミン D です。D3 です。これもね、結構長いですね。で、ビタミン D3 は、太陽に当たって体内で生成されると言われていて、だからその太陽に当たらない人とか、日照時間が少ない国の人たちね、の中で結構飲まれているようなものです。で、はっきりしてる役割としては、カルシウムの吸収を助けて、骨を健康に保つという、そんな感じ。なので結構年齢上がってくると、その骨が脆くなって骨折しやすくなるとか、これ高齢者の方とかもね、いると思うんですけど、でそれはやっぱりビタミン D が不足していることも結構要因としてあるみたいで、病院とかでもね、処方されたりするようなものです。で、他にもビタミン D に関してはいろんな研究があって、で、特にこの間コロナ禍の時にね、すごくね、いろんな研究が出されて、その病気の予防になるとかも、いろいろ出てるんですけど、その効果は本当にね、あるかどうかっていうのはわかりません。で、これは取りすぎると副作用もあるようなもので、高カルシウム結晶だったりとか、腎障害ですね、そういうものになりやすいので、十分注意する必要があります。本当は血中濃度測ってからの方がいいですね、これね。で、僕が使ってるのは一番小容量の 1000IU ですね。1000IU、25マイクログラムかな、のものを使っています。小容量のものにしています。で、僕の場合もう散歩しかしてないんで、太陽はね、十分浴びてるんですよ。だからこれはね、結構手放せるかなとは思ってるんですけど、ただやっぱ冬の期間とか、そのね、日照時間が少ない期間限定にしてもいいのかなと思ってます。D さんに関しては。はい、それから4つ目は、はい、フィッシュオイルですね。フィッシュオイル。これもね、だいぶ自分のスタメンになってますね、長く。
で、フィッシュオイルは中性脂肪を下げる効果があります。抗酸化作用があるというふうに言われてるんで、酸化した体をね、正常に戻すみたいな効果があったりしますね。で、他には認知機能の回復だったりとか、アルツハイマーの予防とかの研究もされてるみたいですね。で、このフィッシュオイルも実際ね、日常的に魚を多く取ってる人は、そんな必要ないんですよ。で、大体、週に2回以上、青魚とか油の多い魚を取る人は、もうそれで十分事足りるというふうに言われてます。で、僕も結構魚多いので、基本的に肉よりも魚の方が食べる回数多いんで、実際ね、これもね、不要なんじゃないかなと思ってますね。ただ、この間魚が少ない場所に行くときとか、この間フィリピンを10日間とか行ったりしましたけど、なんかそういう海外に長期で、魚をなかなか食べられないような場所に行くときだったりとか、なんかあと山の中でキャンプとかでね、2泊とかやるようなとき、なんかそういうときに、手軽に魚を取れないような状況で、手軽にフィッシュオイルを取れるっていう、なんかそういう感じのイメージで使っています。で、これは結構品質を注意する必要があって、なぜなら古いフィッシュオイルとか悪い状態で作られているものは酸化がしやすくなったりとか、なので酸化すると逆に体にとっては悪いものを取っているようなことになるので、なるべく品質が高いものね、ノルディックナチュラルズっていうね、メーカーのものを使っています。最後ですね。最後はマグネシウムになります。マグネシウム。はい。最後、マグネシウムですね。5つ目。で、マグネシウム自体は、神経伝達だったりとか、筋収縮だったりとか、エネルギー生成みたいなもの。いろんなね、体のバランスを整えることに使われる成分ですね。だから、これが日常的に不足している人にとっては、結構メリットがあるようなものだと思います。あとは片頭痛に効くみたいな研究もあったりとか、で、僕はなんかこれ飲み始めて、やっぱり日中の運動量が多いので、夜ね、結構眠れやすくなったというか、寝やすくなったような感じはあります。睡眠の質が上がったというか、結構体を弛緩させるような、筋肉を弛緩させるような効果があるみたいで、なんかそれが睡眠の質の改善につながるのかなと思っています。で、このマグネシウムは状態によって体の吸収率が結構変わったりするので、僕はこのキレートタイプっていうね、キトレートタイプっていうものを使っています。で、これはもう結構体に吸収がされやすいようなタイプで、なのでその状態とかが製品によって違うので、その辺をね、ちゃんと見極めて選ぶ必要があるかなと思ってます。で、ただマグネシウム自体は玄米とかにたくさん含まれているので、僕基本的に玄米菜食を中心としてるんで、多分ね、マグネシウムもね、足りてはいるんですよ。で、これ一粒が135ミリなんで、あまり取りすぎもね、良くないというふうに言われているので、なんかその辺のね、食事のバランスと合わせてですね、これをちょっと入れるときは入れるっていうふうにしています。だからこれも減らせる必要はあるんで、だからボトルが終わったらちょっと一回やめてみようかなみたいに思ってますね。はい、ということで、今日は続けているサプリを5つ紹介してきました。はい。で、僕はもうこれからね、サプリも多分減らしていく方向に入っていきます。だから健康とかってね、よくみんな気使うと思いますけど、やっぱり何か不具合があるときは、増やすよりも多分減らした方が良くて、それはなんか自分の体感としてもね、あります。それはもう物でもそうだし、ことでもそうだし、やっぱ食事でもね、なんかいろいろ健康になるために取るんじゃなくて、減らしていくっていう方向に今年はちょっとね、これから入っていきたいなと思います。だから実験ですね。これまでこういうものを取ってきて、それを一旦外してみる。そして自分の体調とか体を改めて観察してみる。そしてまた必要なものは戻すみたいな、まるでデジタルミニマリズムの実践みたいな、カール・ニューポートみたいな感じでね、一回外して必要なものだけ選び直すという、そういう作業にこれから入っていきたいと思います。で、そのような僕の人体実験だったりとか、常に変わっていくサプリメントだったりとかは、詳しくはコアメンバーシップで書いてますので、ぜひ興味がある方は概要欄より登録してみてください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。チャオチャオ。